畳みかけてやいいんじゃないか。おお、危ねえ。危ねえ。もう始まってんの？あ、一応ずっと回してました。ああ、さすがです。よし、じゃあちょっとちゃんと挨拶するか。はい。よし。じゃあいざとなるとやりますか。やりましょう。山主チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。皆様おなじみの GU 代表佐々木陽介です。今日は皆さんにご報告があります。はい。去年の12月の20日ぐらいに、はい、我々の YouTube は無事に収益化することができました。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。本当に皆様の熱い応援のおかげで、まさかの1ヶ月以内に収益化が完了するという奇跡が発生しました。で、我々の最初の目標はもちろん収益化っていうのも掲げていたので、これで事業になるっていう部分で、この事業の柱にするためには一体いくら稼げるんだっていう部分が重要だったんですが、それが今回我々のところに通知で入りました。なので皆様に収益を公開したいと思います。はい、今回の我々の収益になるんですが、これ期間的にはそう12月の20日から2月の1日、1月の31までか、末までっていう感じです。なんで1ヶ月と10日ぐらいですね。で、これちょっと効果音を後で入れてもらうと思うんですけど、ドゥルルルみたいな。なんとちょっと驚愕の金額、24,291円。ありがとうございます。ありがとうございます。無事に入金されるはずです。手続きちゃんと、してるんで。なんですけど、今回この24,291円、この金額に到達するまでには我々のその動画の全部に対してハードルがあるわけですよ。それをクリアしたから初めてこの金額なんですけど、そのハードルっていうものの内容も一緒にご説明したいなと思ってます。第一に必要なのが登録者数が1000人必要でした。で、その他に1年間に4000時間の再生時間、総再生時間っていうのが必要です。で、我々は奇跡が起きてバズってる動画を1本持ってるんです。第6話、謎の回があります。その回のおかげでまさかの一気に収益化っていうのが達成できたわけなんですけど、収益化達成するまでにその第6話の前半部分の視聴時間だったり視聴数っていうのはもちろん費やされてる。だから最初作った1ヶ月間には収益がついていないので、その後の話です。ね、今我々はだいたい20話のストーリーを作っていて、あと2話分ぐらい ASMR を配信してます。基本1本の再生回数っていうのが第1話は5000回回ってます。現在だいたいもう3ヶ月ぐらい経ったのかな。そうです。もうちょっとで3ヶ月って感じだよね。だから3ヶ月で5000回で、第2話とかちょっと伸びてるやつでも3000回だったり、2000回だったりで、最近配信させてもらうと、初速の部分っていうのでだいたい1000回ぐらいのイメージなのかな、っていうような感じの再生回数で、なのでこれから YouTube を始める方たちの中では一番スタートの部分に多分いる、収益化をギリギリ達成できてギリギリ稼いでいるよっていう人たちの来年おそらくこの金額感になるんじゃなかろうかと。で、いろいろな手続きが入ります。まずは海外
との取引になるので、我々の通帳っていうのをのデータをもちろん Google の方に送ってとか、あとは会社の登記簿、うちは法人化している会社なので個人とは違うものが必要、だから住民票とかではなくて会社の登記簿とかを法務局から取ってきたりとか、そういったものと、あとは結局登記簿には漢字でうちの会社が記入されてるんだけど、全部それを英語に直して送るから会社名が違うよとか、そういったトラブルが何回も発生します。でそのあたりを全部クリアしないとアメリカの税金と一緒で3割取られちゃいます。でこれ何度か心折れそうになったんですがここだけは強く本気でやらないとダメな部分です。YouTube 作るぐらい面倒なことをちゃんとこなせる人だったらきっちりここはこなした方がいい。ジェミニーって喧嘩してましたよね。そう俺がっつりやったらジェミニー嘘つくからハレシネーションを起こすから普通に本当に面倒なんですけど9割は合ってるから、ジェミニでちゃんと確認した方がいいです。で自分たちは通しました。実際今のとこだよな、これから先の部分の収益の部分になってくるんですが、例えばバズっている第6話、それがどうなるかってなると、いまだに見てくださってる方が毎日だいたい2000人とかいてくれるのかな。で他の新しい動画、2週間経って2000回行ってないとかっていう風になるのに、第6話だけなぜか稼いでくれてます。そうなんですよね。そううちは第6話なくしてはっていう第6話を持ってるんですよ。伝説の動画です。そう伝説の動画だから YouTube を作るっていうこのジャンルに新しく参入する方たちもたった1回のそのバズりというか、ちょっと何がヒットしたのかは自分たちにも理解できない部分はあるんですが、全部面白いと思って作ってるからね。だけどその面白いのが一つ皆さんの心にこう刺さるものがあると、それだけで収益化っていうのができる世界になっているんだというのはちょっとこれが勉強になった部分、でおそらくこのペースでいくとうちは1万5000円ぐらいは最低でも入ってくるのか、2万円までいけるかなぐらいのところの推移を今しているようです。で広告っていうのの種類があります。我々のチャンネルっていうのは基本山仕事をメインで出そうというのがコンセプトでスタートしてるんですけど、結構エンターテインメント寄りというか、ちょっとこう作業の動画というよりは面白そうなものだったり飲み会の動画とかを多く出したりしています。そうすると広告の種類っていうのが変わってきて、それによって単価というものがこう左右されるようです。で我々が目指しているところはその林業系のものと、もう一つビジネスのジャンルっていう、結局のところは会社経営をしているので、それにくっついて撮影してもらうとそういったものが多くなってくるっていうところで、そうすると広告単価というのは基本的に高くなるというような表現があるんですが、ここが一個ミソの部分で、有名なエンターテインメントをやられてるような YouTube の方たちの動画っていうのがめちゃくちゃ伸びたとして、でも広告単価っていうのがまるっきり違うくなるわけですよね。だからこの人たちは1000回しか回ってないからこの金額っていうのが全く比較できないような状態になってるのと、あとは広告単価を上げようと思ってこういったビジネスのジャンルのものばっかり入れていこうと思うと、今度は視聴数が下がっていったりとか、だから出したいものを出すっていうのが一番なんだなということは今のところ勉強ができているというような状態になってます。ちなみに今月今いくらか言ってもいいですよね。いいはず。今のところね、今月はね、何日？今日です。今日だね。公開日の今日撮ってます。そうだ、そう今日撮ってます。だからね、2月の今17日。なんで17日しか経ってないか。そうです。で2月はまさかの今のところ14,821円。いいんじゃないですか。素晴らしいペースです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ今回はちょっとでかかったのはやっぱり北稲さんがコラボしてくれたっていうことがものすごくでかい。あとは奇跡の第6話が一緒に伸びていくというまた最近ガッてきましたもんね。そうなんだよ。我々全ての動画に対して全力を尽くしてますし、手を抜くっていうことはないんだけど全く理解ができない。なぜあれなのか。そう
そうなんです。なぜあれなのかっていうことが理解できないっていう部分で作戦の立てようがない。そうなんですよね。そう、多分これ慣れてきて1年2年やり続けてくると傾向だったりで対策が取れてくると思うんですけど、我々結構いろんな動画を作ってしまってるんで、その難しさがあるかな。これからちょっとさらに面白そうだからこれをやってみようとかっていうことは極力控えていきたいなっていうふうにうちは思ってるというか、今自分は思ってる。だから面白そうだでやることは基本的には事業、面白そうな事業はやりますが、面白そうな YouTube を撮るためにこれをやろうっていう選択はとにかくしないようにしようとは思ってるので、結構地味な絵も続くかもしれないです。それが会社の面白さってことですよね。そういうふうにちょっとご理解いただけると助かります。ただあれですね、生産の大会だけは合わせてもらえてそうだな、あいつあれは俺の見た感じだよ、練習してる雰囲気がないんだ。3月に向けてね、忙しいから、彼も忙しいからあれなんだけど、練習してなさそうなんだよな。唯一のエンタメ枠ですからそうなんだよな、そこなんだよ。皆さんそこだけ楽しんで見ていただけると。山主チャンネル。この前社長一人で山開拓してた時あったじゃないですか。前回の動画、総集編で出した時は、あの時夏は一人でウォータージャンプやってその収益で暮らしてるみたいな、ぶっちゃけいい暮らしっちゃいい暮らしじゃないですか。最高だよな。夏働いて冬はまあ言い方あるんですけど遊べててみたいな、スノーボードできててみたいな、なんで今になってこうやって事業拡大、それこそ YouTube もだし、林業もだし、やっぱりさ、一緒にやってくれてた人たちがいるじゃん。手伝ってくれたせい君がいて、で彼はずっと林業をやりたいって俺に喋っていて、で一緒にやっぱり山を開拓したでしょ、そうすると自分たちの山で食っていきたいってあいつの夢にも変わってるよね。そうだからあいつの夢を応援するっていう意味も兼ねて林業ジャンルには参入しようって決めたの。だからそう、俺の夢とかではないかな今回のはね。ただ俺が興味がないジャンルじゃやりたくないけどさ、やっぱりさ共通の趣味だから、俺は趣味を拡大、せい君は仕事にする、で生きていく。社長の趣味っていうジャンルは、林業だとその山で暮らすってことですか？キノコとか。そうだね、基本はさ趣味というよりはそっちの部分は自分のライフスタイルの部分に直結するけど、自給自足をしたかったのよ。で自分でその食べるものは全部自分の力でっていうのが俺の中でもコンセプトで一個生き方にあるんだけど、だから趣味といえば趣味、とにかく食べれるものを増やしていく。で山菜採り好きだし釣りが大好きで、これからいつか養殖していって釣り堀みたいに自分で展開してみたいな、そういうのをこうだんだんでかくしていくってなると、1人でやってるより2人だよな。で2人より3人っていう感じだよね。80歳になって完成しましたじゃ遅えよな。そうで思っちゃって急ぎ始めたって感じ。なるほど。それと今いろいろ業務委託で仕事を受けてるじゃないですか、ああいうのはどうやって関わってくるんですか？これはさ、やっぱり生きていくってなるとさ、安定的な収入が必要で、林業は天候に左右されるっていうものではないけど、農業ジャンルは天候にも左右されやすいよね。で俺たちは安定的な収入がないと人を雇うってやっぱ怖いよね。でレジャー施設運営してるからそっちも天候に左右されちゃうし、だからその外的な要因の部分をどれだけそのカットしていくかってなると、柱は3本4本必要。それの一つが業務委託。なるほどって感じかな。今この会社の中の収益生んでる柱っていうのをちょっともう一回教えてもらってもいいですか？基本はやっぱりレジャー施設の運営、これがウォータージャンプだよね。であとはすごく小さいものだけど山菜採りをしていて、でタケノコとかを市場に卸したり、あとはホテルに卸していたりで、結構大きいね森の風さんっていうところがあったりするんだけど、そういうところにこう卸していく。ホテルですよね。そうホテルで、あとはその椎茸とかも一緒に卸していて、で椎茸とかは今度小ダギ自体を作る、菌を植え付けた木自体を売るっていうのもやっていたり、でそれと今重要視してる仕事は草刈りの部分をキャッチしてる。なるほど。
アドマックスみたいなことですか？そうアドマックスさんだね。そう住宅メーカーさんの分譲地の草刈りをする、これも業務委託の一つ、であとはアッピ高原さんのコースの管理で草刈りに入ったり木を切ったりっていうのに入ってる。これが今の構造かな。あとは単純にもう一つやってるのが自分の投資だね。個人的な部分の資産の部分で株であったりとか、あとは仮想通貨であったり、もう一つは不動産の投資がでかい。でこっちはまだ柱というほどには組み立ててないけど、ゆくゆくしていこうと思っている事業の一つで、木を切って土地を売る。で不動産いらないよっていう人たち、相続で困ってるよっていう人たちからいただいた部分を次の人たちにつなげるっていう活動、これが多分柱になる。なんかコメントで来てましたよね。そうあれすげえありがたいな。すげえありがたいんだけど遠いんだよな。なんか瀬戸内海が見えるとか言ってましたね。そうすげえと思って。そうゆくゆくね島が1個欲しいとは思っていて、めっちゃいい。そうずっとそこは夢ではあるけど、ただ基本さ内陸に生まれてしまってて、海っていうのとあんまり関わってきてないから、まずはちょっと川ジャンルから攻めてからだよね。じゃあ岩手に住んでて、この土地あげたいなって人は連絡していいんですか？もう即お願いしますものすごいフットワークの軽さで伺いますからすぐ見に行きますすぐ見に行きます。基本的には不動産の話は1週間2週間待たせるなんてことはないかな。決定するのにはだいたいその場で決定するか、次の日には連絡してる。購入する時もね、トイレに入って見つけた物件そのまんまその日に予約入れて買いに行ったことあるからマジでスーパー行くレベルで買ってきますよね土地。そうめっちゃ早いんだよ。土地とかに関してはさ、ある程度慣れてるから、本当にお声掛けいただけたら即伺いますちょっと今年の話していいですか？いいよ。今年ってこれ今アッピが終わるじゃないですか、とりあえず業務委託でこのキャットツアーが終わるっていうあれです。そうだね。ってなった時のこの会社ってどういう風に流れていくんですか今年は？今のところはもうねギッチギチにスケジュールが詰まってるんだけど、さっきちょっと収益構造の部分で言い忘れた部分があって、うちは補助金っていうのをかなり大事にしていてキャッチしてるから、補助金で採択された事業を進めなければいけないという義務がある。ひとまずアッピ高原さんは4月っていうイメージになるかな、終了するのがね。でそこから今頼まれてるとこだけで2箇所、それこそアッピ高原さんのこれから草刈りと木を切るっていうのに早めに入るか、あとは5月近くになるとアドマックスさんの方の草刈りがもちろん入ってくるし、それとねあと雫石町の方の木を切ってくれっていうのが2件入ってる。町からですか？町からと、あとはね建設会社さん。ただその辺はね時期がちょっと不明瞭で、今終わった瞬間というか、アッピが高原さんとの仕事が今続いてる段階でもうすでに盛岡の自由山に入って、多分来週ぐらいから採石を入れてく。雪の溶け具合次第だけどね、道に採石を入れていくっていうのと、今林さんがもう林業で森塚イノベーションの方で山の木を切りまくってて、で支障木切ってそれを全部ホダギに変える準備をしてるから、自社のスケジュールと外の業務委託のスケジュールに合わせながら、空いてる日を全部自社のスケジュールに当て込む感じ。じゃあ空いてる日はみんなで自由山に戻って作業してみたいな。そう木切りつつって感じなんです。そういう感じだね我々のねさつまいも事業がありますから。そうなんだよそこなんですよ。次はさつまいも事業ですよ。畑ですよどうなるんだかいやでも楽しみだよな。いや忙しいよな。いや結構なんかバタバタしそうですね。バタバタする。アッピが1回終わった瞬間に。そうっていうか常にバタバタしてる、そうなんだよね。ただまあありがたいことだよね。忙しいよね。いやですよね。そう何しよっかはないからさ、セイ君と2人の時は多かったけどな、何しよっかが鉄くずそう鉄くずってそれがまあものすごくでかい柱ですようちの家大丈夫かなこの会社セイ君の1日の給料にもならねえから鉄くず販売